んにちは、オレンジです。今回はトライダガー X をカーボンで作りたいと思います。今まではボディ全体をカーボンで作っていましたが、今回はボディを限界まで肉抜きしてメッシュ代わりにドライカーボンを貼るという方法を思いついたのでチャレンジしてみたいと思います。それでは早速作っていきます。まずトライダガー X のボディを肉抜きします。ピンバイスで穴を開けます。なんだかとても懐かしいですね。子供の頃は苦労して穴を開けていた記憶がありますが、あっさり穴を開けることができると大人になったんだなと感じます。ボディ全体にどんどん穴を開けていきます。ヤスリや耐水ペーパーで濡らして完了です。トライダガーのフォルムを崩さないようにうまく肉抜きができたと思います。次にボディを塗装します。色は悩みましたが青にしました。パイプの部分はシルバーに色分けしました。今度はボディに貼るためのカーボンを作ります。単層のプリプレグを加熱してドライカーボンの板を作ります。単層であればプラスチックのトランプのような弾力があるので、これを生かしてボディに貼り付けます。まずはウイングで試してみます。カーボン板をカットして貼り付けます。くぼみに UV レジンを流し込んで慣らしてみます。ライトで硬化。とても綺麗になったと思いますが、カーボンと UV レジンの相性が悪いようで少しの力で剥がれてしまうことが分かりました。剥がれると白く濁ってしまいます。ウイングの塗装も剥がれてしまい失敗です。仕方がないので予定を変更して肉抜きの穴をデザインとして生かす方向にします。エポキシレジンを使えばしっかり固まってくれるはずですが、穴1箇所につき半日以上の時間をかけるのは現実的ではないので諦めます。放火中に漏れても大惨事ですもんね。キャノピーの部分はシルバーカーボンで色分けしてみました。
全て貼り終えました。見た目以上にとても大変でした。ボディを全部カーボンで作った方が楽だったかもしれません。ウィングを取り付ける部分だけエポキシレジンで埋めました。次にステッカーを貼ります。キット付属のステッカーは似合わないし、肉抜き穴に合わないので、ミラーシートを使ってファイヤーパターンなどを新しく作っています。艶消し状態のカーボンと合わさって見えにくいですが、クリア塗装をすれば見えるようになるはずです。ステッカーを貼り終えたのでウレタンクリアーでクリア塗装します。今回からフィニッシャーズの GT1 からエボロックのグランドクリアーに変えました。こんな感じにツヤが出ました。とても綺麗ですね。狙い通りです。数日硬化を待ってシャーシに乗せたら完成です。それでは完成品をご覧ください。いかがでしたでしょうか。いろいろ苦労しましたがかっこよく仕上がったと思います。今年もミニ四駆をたくさん作っていきたいですね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。